姫様、どうなさったのです？また怖い夢でも見たのですか？泣かないで、小さなお姫様。お姫様じゃないもん。え？マリーが言ってたの。お姫様にはおじさまがいて、困った時に助けてくれるって。みんなミヤのこと、お姫様だって言うけど、おじさまはいないわ。ミヤが本当はお姫様じゃないから、おじさまは来てくれないんでしょ。姫様。母様も父様も会ってくれないんでしょ。国王陛下も妃殿下も会いたくないから姫様に会わないのではありませんよ。大切だから姫様が我にさらわれないよう、こうして天聖宮の奥深くで守っているのです。嘘。スピカは毎日母様に会ってるもん。また鏡で王宮の様子を見たのですか？だって外に出ちゃダメだから。だからといって盗み見は感心しませんね。小さなお姫様、エギュマリーヌが言ったのはおとぎ話です。眠っている姫君を助けに駆けつけてくれる王子様も、かぼちゃとハツカネズミを集めたら舞踏会に行かせてくれる魔法使いも現実にはいません。お話の中だけです。ですが姫様には私がいます。天聖宮の星を見したちがいます。エギュマリーヌも怖いライラ同士もうるさいカサンドラもいます。あいにく王子様ではありませんが、願いを叶える力もないかもしれませんが、小さなお姫様を一りぼっちにはしません。だから姫様も望みがあるのならちゃんとおっしゃってください。望み？極西の宮の外に出たいのなら、なぜ私に言ってくださらないのですか？姫様がお生まれになってから今までずっとおそばにいるというのに、少々寂しいです。でも姫様はどうなさりたいのですか？できないよ。そうかもしれません。しかしながら求めも祈りもしない、手を伸ばそうともせずに叶う願いなんてこの世界にはありませんよ。外に出たいわ。お庭のバラを摘んで父様と母様に差し上げるの。スピカにも小さなお花を贈るわ。町にも行きたいわ。お買い物するの。川で水浴びしたり、お友達も作りたいわ。一緒に遊ぶの。海も見たいわ。泳げるかしら。でも砂浜なら歩けるわ、きっと。あとね、あと王子様を探すの。迎えに行くの。見つからないかな。いいえ、見つかりますとも。探せばきっと。小さなお姫様、私には魔法の力もかぼちゃの馬車もありませんが、持っているものを差し上げます。持ってるもの？願いを叶えるおまじないです。我は汝。我は汝。汝は我なり。ちゃんとお勉強されていますね。我は汝。汝は我なり。おやすみなさい、小さなお姫様。
星がきれいだ。空を見上げる余裕などあるはずもないのに、そう思った。おそらくは、今いる場所のせいだろう。この世で最も空に近い宮、王宮の奥にある天星宮、そのさらに奥深くにある極西の宮は、聖堂市を除いて、何人たりとも足を踏み入れることはできない聖域だ。悪しきマレフィックのために、極西の姫を奪われることがないよう、厳重な警戒態勢が敷かれている。こんばんは、お嬢さん。星の綺麗な夜ですね。こんばんは、ドミニオン同士。おや、私をご存知とは光栄です。知らないはずがない。トレミー・ドミニオン聖堂士、仙台の聖騎士。7年前、マレフィック四大公の一人、不死のハストラングを打ち倒したことにより、その名は称賛とともに国中に轟いた。聖騎士の役を後輩に譲った後も、極西の姫の世話役兼護衛として天聖宮に在籍している。旧国の英雄、生ける伝説、天聖宮創設以来の天才、古の天上王国ファイノメナの申し子。それが目の前にいる。こんな状況でなければ。いな、こんな状況だからこそ身震いした。アルディール王国最強の星読み師を存じ上げない者はおりません。まあ、そうですね。天聖宮内に関して言えば、顔は広い方だと自負しております。こんな夜更けにどのような御用でしょうか。ここから先は、極西の宮しかありませんよ。カサンドラ同士がいらっしゃると伺って。カサンドラが何か。シング、私の師がカサンドラ同士に星読みのことで相談したいと、気になる兆候を見つけたと言っておりました。なるほど。あなたは見習いですか。リナと申します。リナ。そうですか。カサンドラなら先ほど自分の宮に戻りましたよ。ああ、行き違いですね。残念ながらそのようですね。お送りしたいところですが、あいにく私は姫様のもとに行かねばなりませんので。こんな夜遅くに？はい。極西の姫として気丈に振る舞っていらっしゃいますが、本当は寂しがり屋で孤独を嫌っておりますゆえ。そうですか。怖がりでよく泣かれます。あと、かぼちゃがお嫌いです。かぼちゃ？幼少の頃に魔除けのお守りとしてかぼちゃを送ったのですがね。それがあまりにも怖くて大泣きされました。以来かぼちゃは見るのも嫌だと仰せです。屈託のない笑みは、極西の姫に対する慈愛にあふれていた。噂通りだ。ドミニオン同士は極西の姫をとても大切にされているのですね。ええ。何に変えてもお守りしなくてはならない方です。ですから、姫様に害をなす者を見過ごすわけには参りません。宵闇に乗じての侵入。常套手段ではありますが、それゆえこちらも想定はしています。あれは侵入者。そのようで。早く同志たちに伝えないと。動くと危ないですよ。同志。ダレスとピカール、ロシェ、カランドロー、シング星読み師モンカーでしたか。おかしいですね。
私が記憶する限り、彼の弟子は今挙げた4名のみのはず。いつ増えたのでしょうか。この前。先月の星の試しで合格した者は7名。豊作の年ではありましたが、その中にもリナという名の者はおりません。使用人もしかりです。さて、修練生でも見習いでも使用人でもないにもかかわらず、神宮星読み師の弟子を語るあなたの目的は一体何でしょう。化け物だ。停止した思考の中でそれだけが浮かんだ。天聖宮に一体何人の人間がいる。星読み師だけでも200人は超える。見習いや使用人ともなれば、それこそ星の数ほどいる。一人一人の顔と名前をさも当然のごとく覚えているその記憶力。息を殺して潜んでいた手だれの襲撃者5人を把握する感知能力。それらを的確に捕捉し仕留める聖術の精度。何もかもが人間離れしている。違う。恐ろしいのはその卓越した能力ではない。最初から患者だと気づいていながら、この男は親しげに自分と会話していた。無邪気に無防備に極性の姫について愛しげに語った。襲撃者たちを倒す時も殺気どころか敵意すら感じられなかった。底知れないこの男が恐ろしいのだ。優しげに微笑み命を奪うこの男が。あなたを使わした方のことを伺いたいところではありますが、話してはくださらないでしょうね。得体の知れない化け物が穏やかな笑みをたたえて近づいてくる。逃げることも悲鳴を上げることもままならない。自分はここで死ぬのだという確信だけがあった。近づいてくる化け物を制止する気概も失われた。息をするのも苦しい。思わず天を仰いだ。この男から逃れられるのなら死んでもいいとさえ思った。今夜は雲一つない星空だった。ドミニオン、大丈夫か？侵入者は？問題ありません。それよりも極性の姫のもとへ急がねば。ドミニオン同士。姫様。ご無事でございましたか？何かあったのですか？この騒ぎは一体。天聖宮に侵入者です。まさかマレが。わかりません。その可能性は高いと思われますが。ところで、あなたは一体どなたでしょうか？いきなり何を言うんだ、ドミニオン。同志？見事な擬態です。危うく騙されるところでした。ですが、公の場以外では、姫様は私のことをドミニオン同士ではなく、トレミーと呼ばれます。は？そんなバカな。はい、嘘です。はったりだったのか？違和感は最初からありました。本物の姫様でしたら、侵入者の存在を知った時点で涙目くらいにはなっていたでしょう。泣き虫を基準に判断するのもどうかと思うぞ。そんなことより、本物の姫様はどこですか？教えるわけがわからん。ドミニオン！違いか。してやられましたね。どうするつもりだ？
報告するしかないでしょう。悪夢の再来です。我が娘ミヤが極西の姫が行方不明になったというのはまことか？はい。今朝ドミニオン同士とカサンドラ同士が姫様のご様子を伺ったところ、極西の姫の偽物がおりました。ドミニオンが正体を見抜き取り押さえました。その偽物は今どこに？不利を悟り、すでに自害を。つまり唯一の手がかりをまんまと死なせたということか。騎士団長。はい、おっしゃる通りです。平次は星の名のもとに大口を叩いておきながらなんてざまだ。王国最強の星読み師も退官前となれば気が緩むとお見受けする。なんと無礼な。面目次第もございません。ドミニオン。言葉が過ぎるぞ。今は責任の所在を問うている場合ではない。ライラ最高同士、そなたの見解を聞きたい。用意周到に偽物まで送り込んできたことといい、極西の姫はさらわれたと見て間違いはないかと。マレフィックの民か？はい、マレフィックの加護を受けた者たち。マレが極西を我が物にしようとさらったのでしょう。だがマレがどうやって天聖宮に侵入した？星読み師たちの天聖宮はベネフィックの領域。マレは聖術を放つことはおろか、ホロスコープの起動さえできないはず。その上、極西の宮は聖同士でもごく限られたものしか踏み入れられない聖域。一体どうやって？ 7年前、マレの四大公の一人、ハストラングが襲撃してきた時と同じです。何者かが手引きをしたとしか考えられません。それは天聖宮の星読み師たちの中にマレに組みした裏切り者がいるということか？それも極西の宮に足を踏み入れることができるもの、すなわち天聖宮の聖同士の中に裏切り者がいるということです。かくいう私も例外ではありません。そんな。ではどうすればいいのだ？マレの侵入方法に内通者、どちらも捨ておけませんが、今は極西の姫の行方を探すことが先決。我々騎士団が天聖宮に赴き調査します。それはなりません。なんだと？この後に及んでまだ天聖宮の不可侵を主張するのか、この体たらくで。騎士団の中に内通者がいないとは断言できませんからね。なんだと？オルフィー、なんてことを言うんだ。事実です。天聖宮が疑わしいからといって王宮の騎士団が信頼できる根拠にはなり得ません。
疑わしいのはお互い様でしょう。この姫一人守れない星読み師風情が。よさないか。しかしオルフィーの意見には私も賛成です。そこまで拒むか。騎士団に内部を見られては相当困るようだな。メンツや権限の問題ではありません。ごく限られた者だけが足を踏み入れられるからこそ、内通者も侵入経路も絞られるのです。闇雲に関係者を増やせば、特定できるものも特定できなくなります。情報の統制と行動の制限はするべきです。あくまでも天聖宮主導で姫の捜索をすると。はい。不詳ながら我々聖堂士が責任を持って極西の姫ミア王女を探し、マルの手から救い出します。熱心なのは結構ですがね。伯爵、肝心なことをお忘れではありませんか。肝心なこととは？マレフィックが最も力を増すマカ続きはあと2週間後に迫っているということです。マレフィックの影響を受け極西が赤く染まれば、この大陸全土の空が嘆き、大地は荒れる。考えたくはありませんが、王国の滅亡です。陛下の前で不謹慎ですぞ、伯爵。進化として私は進言しているだけです。最悪の事態を想定して動かねばなりません。聖騎士イオを目覚めさせるべきかと。それがどういう意味かを伯爵は理解されているのですか？無論です。聖騎士イオの胸にある精神の刃を破壊すれば、極西の姫に埋め込まれたもう片方の刃が姫の心臓を貫く。極西が宿るのは生きた人間のみ。姫が死ねば極西は解放され、新たな姫の胸に宿る。極西を守るための最後の手段です。軽々しく口にして良いことではありません。ですが今は非常事態。聖騎士の覚醒も念頭に入れて動くのが当然でしょう。それともメロって同士は極西の姫のために国を滅ぼすおつもりで、たった一人の娘の命が惜しいので大勢の婿のために死ねと。伯爵、極西の姫ミア様はアルディール王国の第一王女、陛下のご令嬢でもあられます。まだ本格的に捜索してもいないのに聖騎士を起動させるのはいささか早計ですし、筋が通らないかと。それこそ筋が通りませんぞ。歴代の極西の姫は使命に準じたというのに、ミア王女だけ特別扱いにはできません。伯爵の言う通りです。ニアンナ王妃、聖堂士たちの心遣いには感謝しております。幼少の右りよりミアは天聖宮で同志たちの庇護のもと育てられてきた。命を奪うことをためらう気持ちは理解しております。王妃様、それは。ですがこれは一国を左右する大事です。私の娘だけ特別扱いはできません。王妃様、我々は情に流されているのではありません。マカ続きまであと2週間ございます。今は聖騎士の起動よりもさらわれた極西の姫の救出に全力を注ぐべきです。わずか2週間で闇夜に乗じて聖堂士たちに削られることなく極西の宮に侵入を果たした者を特定し、いずこに囚われたかもわからない極西の姫を救出すると断言できるのですか？託戦があります。カサンドラ同士の持つ特性、託戦をもって姫の行方を占えば何らかの手がかりは得られるでしょう。まことか？必ずしも望んだ答えを得られるとは限りませんが、極西の姫に関する選択はなされるかと。ただ星の周りからして託戦が下されるのは2日後になります。2日後か。ではせめて
聖騎士の状態を確認するのはいかがでしょうか。何ですって？聖騎士の間に安置している聖騎士イオを一度目覚めさせ、聖神の刃の状態を見るのです。最後に聖騎士を起動したのはおよそ7年前。ドミニオン同士が聖騎士役の座から退き、オルフィー殿に引き継がせた時です。いざという時に備えるのは当然のことかと。姫様の命を奪う準備をせよと。備えるのです。最悪の事態を迎える前に。備えや念のためで危険を冒すわけには。必要ならば致し方ないですね。オルフィー、今回の件で天聖宮に対して不信感を抱いている方が少なからずいるのは事実。我々は情に流されるような愚か者ではないことを証明するのです。当代の聖騎士役の了承を得られましたし、いかがでしょうか、ライラ最高同志。承知した。同志。ただし聖騎士の間に立ち入るのは聖騎士役のオルフィー殿と師であるカサンドラ同士のみとする。試しに起動させるだけなら2人で十分だろう。さすがは最高同志。賢明なご判断です。浅はかなことを。何がですか？メロッテ同士が冷静さを欠いていたので進言しただけです。お前なあ。カサンドラ同士のおっしゃる通りです。先ほどの合議での発言は占領でした。ドミニオン同士、どういう意味ですか？マレおよび極西に関しては天聖宮が決定権を持っています。国王でさえも逆らえません。それはなぜか、政治的外的な要因に左右され本質を見誤ることがないようにするためです。しかしあなたは権力争いのためだけに聖騎士の覚醒に賛成した。極西の姫の捜索、奪還、内通者のあぶり出し、なすべきことは山のようにある中で、たかが見栄のために危険を冒そうとしています。それは内通者が誰なのかもわからない状況で、念のためただ確認するためだけに重大機密である聖騎士の間に赴く。万が一内通者によって聖騎士の安置場所が暴かれ聖騎士イオが奪われでもしたら、一体誰が責任を取るのですか？それだけではありません。一度前例を作ってしまえば、王宮側はこれ幸いとばかりに今後も要求してくるでしょう。特に第二王女派にとっては邪魔な第一王女を抹殺する千載一遇のチャンスです。明日には早々に聖神の刃を念のため破壊せよと言い出しかねませんね。僕はそんな。ドミニオン、言い過ぎだ。大丈夫だ。ライラ最高同士も他の聖同士たちもそう簡単に極西の姫を諦めたりはしない。目先のことにとらわれず冷静に判断するんだ。君は聖騎士役なんだ。誰よりも冷静さが求められる。はい、申し訳ございません。あまりいじめてやるなよ。加減はしています。嘘つけ。いつもオルフィーに対してだけ風当たりが強いじゃないか。あなたが甘やかしすぎなんですよ。じゃあ君と一緒ならちょうどいいな。そういう問題ではありません。体感できなくなったな。この状況では無理ですよ。せめて姫様のご帰還を確認するまでは天聖宮を離れるわけには参りません。そうか。僕としては助かるよ。
アルディール王国最強の星読み師がそばにいてくれるのなら、こんなに心強いことはない。カサンドラ。最後まで諦めるつもりはないからな。ダナへの時のようにはさせない。極西の姫を守ろう。僕たちで。ええ。必ず